日本のライジンが持つスーパーアトム級のこのタレント層っていうかレベルっていうのは非常にこう世界トップレベルのものだと思っていて、外国のメディアとかでもアトム級のランキングで全然トップ入ってくるような選手たちが多くてですね、近年こうメディアの中でも UFC もアトム級を解説すべきなのか、そういうこう議論が出てくるぐらい、注目されてきている階級ではあるので、本当にこのライジンの女子スーパーアトム級グランプリが成功して注目を与えるようなことができれば、世界的なアトム級に対してのこう流れとかにも影響してくるんじゃないかと。実用な選手たちが多いので、日本人全敗っていうようなことも全然あり得ると思います。日本人でただ一人浜崎に黒星をつけたのが伊沢聖華です。あれから108日、いよいよです。当日浜崎さんがすげえ仕上げてきたから、すげえ体が前回とは違ったからやばいって思っちゃって、俺のは緊張したもんね。倒した上になります。でも蓋開けてみたら実際完勝だったんで、最後の10時以外は全て成果を押してたんで、自分が10時逃げた、取られたみたいなところはすごい一番はいかなっていうの分かってて、数を重ねて魅力的な試合をしていけば、どんどん応援してくれる人もライジンの中に増えていくのかなって思います。スーパーアトム級第4代王者伊沢聖華。いつも今日見せてもらったぐらいの結構ハードなスパをやらせてる。毎日のように5分やって5秒休憩、5分やって5秒休憩、5分水も飲まさないでやってる。相手変えるだけでインターバルゼロで全員元気な、全員10キロ以上の体感しです。でも5分飲んだんで疲れる。あるぞ、こういうのが来るぞ、こういうのが来るぞ、せっかその位置だけな、位置だけな。せっけんさい。いきます。集中。ナイス。いいか、こっからぞ、気持ちいいね。ダウトすんな。この前の試合でチャンピオンになった次の日も朝練から来てるし、これだけ練習頑張ること本当にないんだよ。楽しいから行こうって思います。なんか行ったらできるようになることとかがすごい楽しくて、だからやろうって思います。あとよかったらも面白いんでいじりに行こうって。あれだけもう会場で1本取って決めて盛り上げられるっていうのは今日本だと成果しかいないんじゃないかなって思うぐらい、本当に女性なんで桜庭さんみたいになれる、何でも決めれるっていう、それは桜庭さんもそうだと思いますが、何で決める、何かで決めるってなんかすごいっていう、そういうのを持ってる子なんでもう本当楽しみです。自分自身なんかは判定しか狙ってなかったですけど俺の時代とは違うから、今は1本 KO を取ってこそやっぱりもちろん人気も出るし、魅力がやっぱある選手にしたいなって思います。横田さんといえば1本いや25勝3 KO 1本勝ちぐらいしかないんで、本当にこんな決めのある子もなかなかいないし、自分であれ思うのはやっぱり宮沢直樹の打撃ができる選手っていう。青木は打撃ができないって言ってるまたそれやめてください。またそれ余計なこと言ったでも青木だからな、絶対俺に挨拶してもないし。また言っちゃった。やめてください。いや知らねえよお前。なんか一言多くなっちゃうんだよ。そうだな。やばいね今の発言。ダメだな俺、やっぱりもうインタビュー受けちゃダメなんだよ。E de estar mostrando um pouco do meu trabalho para o mundo. E eu vou fazer história e vou ser campeã. Please welcome Laura Fatura!
7戦7勝負けなしです。彼女はもうここなかったらもうすぐ他に全然いけます。むしろコンテンダーシリーズとかも全然こういけるような選手なので、僕はブラジル人が強いなと思います。7連勝かな。でそのうち5本1本で決めてて、映像もちょっと見たけど気も強いし身長も高くて。寝技と決めが非常に強い選手、エリオ・グレイシー直系のブラジリアン柔術スタイル、ハタエレ・ジュニオールの直近の茶帯なんですよ。そしておそらくこのままいけばハタエレ・ジュニオールの初めての黒帯を持つ女性になると。パウロ・チアゴだアニア・ヒーラ、そこら辺の有名柔術家どころのチームで、やっていたので、MMA 向きの柔術を試合の時に使ってくるんじゃないかな。得意技も下から出る柔術ですね。アンパーです。どんな状況からでも取りに行くっていう意味では伊沢さんにちょっと似てるんじゃないかなと思います。両者ともクラップラー、そして非常にアグレッシブ、一本に強くこだわりを持っている選手、非常に動きの多いテクニカルな攻防が見られるんじゃないかな。A minha adversária é invicta igual eu, e eu sei que ela quer muita vitória. Treino muito imaginando a vitória e eu vou sair com a vitória. メインだからって言って別に気負うこともないし、いつも通り自分のやることをやるだけかな。女子格闘技のレベルの高さを見せたいです。はい、やっぱりなめんなよって思います。どうしてもやっぱり力は男性よりもないのでインパクトは劣っちゃうんですけど、技術は練習すればどうにでもなるので、技術を上げて男子にはないしなやかさとその技術を見せられるような試合ができないとダメなのかなと。この間のタイトルマッチとか女子のストロー級とか見たり、正直お互いが勝ちに徹しすぎて見せるっていう気持ちはあんまりなかったのかな。やっぱり MMA で人に見せる競技だと思うので、そこでもう一つ上がっていきたいなって自分は思います。世界一になることです。5年以内にはもう世界一になってやめたいと思います。でその後自分の次の世代を育てることにこの自分の人生をかけていきたい。ジムとかをやったり、そういう次の世代に何か渡せるものをしていきたいなって。天然技巧派超新星伊沢聖華。ついに時代が動く。王者浜崎陥落、引きずり下ろしたのは伊沢聖華24歳です。それは悔しいですよ。負けた分際であれなんですけど、勝ちたいですね。もう一回リベンジをしたい気持ちもあるけど、まずは決まったトーナメント1回戦ですね。ジェシカ選手、ジェシカが出ることによってこのトーナメントが一気に引き締まると、世界にアピールできる女子格闘技におけるパイオニアみたいな存在で、実績もすごいですし、それこそ WSOF の、ソロ級チャンピオンになってます。 EFC にも出てます。11年前本当震災の日にやるはずだった選手と、こういう形で交わると思ってなかったので、本当に 3.11 の時にやる予定で計量まで済ましたんですよ。当日家出る時に揺れたんですよ、地震で。すごい揺れだったんですけど、試合あるからと思ってタクシーやっと捕まえて行って、そこで中止って聞かされて、だからジェシカが一番かわいそうで、地震なんて多分経験したことない、怖いっつって帰ってきました。もともと11年前にやるはずだった。そしてそれが起きず、ジェシカがその後浜崎さんの師匠である藤めぐさんと2回やってる。ボクシングがうまいんですよね。打撃もうまくて、もちろんフィジカルも強いんで、寝技もできるんですよ。結構一本勝ちも多くて、本当トータルでできる選手ですね。
それが周りに回って11年後にまたこの試合が組まれたっていうのは、ドラマティックじゃないですか。本当にだからまさかのですよね、ここでやるんだっていう。思い入れありますか、このカードに関しては。ありますね。思い入れもあるし、やっぱり今回のね海外勢の中で一番強いから気合が入るっていうか、頑張って浜崎さんのちょっと練習相手になるように。浜崎さんのおかげでこうやってまたちょっと一緒に楽しませてもらえてるんでありがたいですね。本人はどう思ってるのかわかんないですけど、ちょっと一回リセットしてリスタートしてもう一回ダッシュするぞみたいな気持ちの中であるのかな。気が楽になったというか、追う立場なんで失うものはないというか、もうあとはやるだけだなっていうの気持ちではありますけど。レベルの高い試合をね、見てもらいたいなって思うし、天心選手と武井選手しっかりそれに負けないぐらいのね、このパフォーマンス見せたいですね、選手として。レベルの高い試合だね。そうですね、になると思うし、ジェシカともそうしたいです。今年25なんで5年前。トーナメント取って自分が女子の格闘技の中心に行こうと思ってた浜崎さんが海外から帰ってきたりとか、伊沢選手が新しいスターみたいなのが出てきて、自分が一番目立ってたかったなっていうのは。何だったんですかね。本人に聞いてくださいね、自分では気持ち入ってるつもりだけども、心のどっかで抜けちゃってるところがあったのかもしれないですよね。いつものカンナらしくはないなと思いましたし、勝ち進んで今年1年やりきったら、どう思うかわかんないですけど、それぐらいの覚悟でやろうかなっていう1年です、今年は。そのタイミングでトーナメントが開催されるってなって、1回戦正直厳しい相手ですけど、勝ち上がればやりきれる自信はあります。練習も本当最近までしてもらってたんで、組んでるから余計強さも怖さも知っちゃってる、よくもあるかもです。強い選手ですけども、図式的にはそのパク選手が打撃、カンナがテイクダウン、またいつものようにカンナが、ギリギリですけども勝つかなっては思ってます。はい。このトーナメントにおいてカンナの今の多分上から4番目ぐらいだと思うんですよ。でもやり方によっては優勝食い込めますね。これは面白いトーナメントになると思います。カンナ次第で全然負ける気はないんで、はい、もう全てをぶつけてやろうなぐらいの感じで、優勝したらちょっと泣いちゃうかもしれないです。
39キロは私が作った階級だって思ってるんで。強かったですね、2人ともが。寝技が得意な選手が日本人多いので、打撃得意で倒せるのは私しか日本のところいないんで。そう考えたらワンチャンこの中で伊沢選手に勝てるのは私しかいないんじゃないかな。レナは尊敬してる部分もあるし、もっとできるんじゃないかなっていう部分もあるし、やっぱずっと一緒に練習してきてるんで、やっぱ仲間っていう意識もあるんで、やりたくはないですね。仲いい人とはできれば。トーナメントだったらもう仕方ないと思う。そこは割り切りますけど、試合が決まって、そうですね、本当にやるってなったら別々でやろうかなっていう感じですかね。Місто Крейт. І він не буде реагувати на поведінку суперника. Але якщо ти... Ой-ой-ой, подивіться зараз. 彼女は IMMF っていう世界アマチュア MMA 大会の世界チャンピオンなので、全てフィニッシュで決勝まで勝ち上がって、決勝もフィニッシュ。非常にこう体格にではかなりのアドバンテージを持ってるみたいで、打撃の差し合いでも結構レナ選手はこう苦戦するんじゃないかなとちょっと思いますね。ジョーカーかもしれないです本当に。コーチがつい先週かなんかこう徴兵されてしまって、最悪セコンドが来れなくなるという可能性もやっぱりあるので、そういう状況の中で練習をして MMA っていうものに対して夢を持って来日する、その気持ちと精神力はかなり強いんじゃないかなと思います。このリングから降りようかなと思っています。もう諦めましたね応援してくれる人もたくさん増えて、その人たちまだ試合で見せれてないんで、もう少しいけそうです。ちまちま判定で勝つより KO でいった方がお客さんは面白いんじゃないかなとは思うので、負けを恐れずぶっ通しにいこうかなとは思います。日本人全敗っていうようなことも全然あり得ると思います。